ウクライナ軍の国産の巡航ミサイルが炸裂し、ロシアの軍需工場が大爆発しました。毎日のように行われるウクライナによる戦略爆撃は大成功が続いています。皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はウクライナ情勢。ゼレンスキー大統領は40日間にわたるロシアに対する戦略爆撃の集中キャンペーンを行うと発表しました。ロシアによるウクライナ侵攻、それを支えるロシアの戦略資源や軍需工場、さらには兵隊網に対する攻撃なども集中的に行って、戦争遂行能力を大幅に低下させようという狙いです。今回はこの攻撃キャンペーンの序盤戦について取り上げていきます。まず最初に今回取り上げるのは、ロシアの軍需産業に対する攻撃。ウクライナ国境から 400km 離れた非常に重要な軍需工場がウクライナ軍の巡航ミサイル攻撃に遭いました。欧米からのウクライナへの支援は基本的にはほとんどが防衛主体の兵器であり、なかなかロシア本国に対する攻撃兵器の供与は行われてきませんでした。そのためウクライナ自身がそうしたロシア本国に対する攻撃兵器を開発・生産してきています。現在のところその生産数としては大型のドローンは数が揃ってきたのですが、まだまだ破壊力の大きな巡航ミサイルや弾道ミサイルについては数が少ないです。しかし数や性能がまだまだであったとしても、それ以上にロシアの防空網の脆弱化といったものが進むことにより、今回攻撃は大成功に終わりました。攻撃に使用した巡航ミサイルは5発、そのうち3発が工場建物に直撃したとのことです。すでに現場からは相当な被害がわかる写真なども公開されており、建物そのものがほとんど吹っ飛んだような状態です。このように被害がものすごく大きく出たのは、従来の大型のドローンよりも格段に破壊力が高いからです。ウクライナが開発したファイアポイント社の巡航ミサイルフラミンゴは、大きさとしてはバスぐらいの大きさがあります。従来の大型ドローンよりも爆発に関わる爆薬の量が圧倒的に大きく、それだけに一発あたりの破壊力が段違いというわけです。ただ、フラミンゴはまだまだ完成品というわけではありません。ファイアポイント社は戦場に投入し、その結果を新たな製品作りも活かしていて、だんだんとその攻撃精度についても上げてきていると言っています。というのも、当初用いられたフラミンゴは、目標地点から数百メートルも離れた場所に着弾することもあり、まだまだ未完成具合といったものが目立っていたのです。しかし今回は、巨大な工場の中心地に対する攻撃で、ちょっと外れたぐらいでもどこかで大爆発を起こせば、それだけ被害が拡大するような場所を選びました。そして今回、5発中3発が命中したとのことで、数を補うことができれば、十分戦果が上げられることも証明しました。この後、命中精度をいかにして上げていくかが、これからのウクライナの課題となります。一方において、ロシアとしては、巨大なミサイルが突っ込んでくるのを防げなかったということもあり、今後は一発でも逃して工場などが吹っ飛べば、それだけで数百億円規模の被害額に到達します。今回攻撃を受けたロシアの軍需工場では、非常に重要な部品が数々製造されていたとのことです。主にミサイルの発射機や、さらに重要なのは地上戦闘においても、常に火力の源である榴弾砲の方針製造などにも大きく関わっていたとのことです。ここで問題なのは製造設備の再建の難しさです。ソ連崩壊以降、ロシアにおいては西側諸国の精密加工機械などもどんどんと輸入することができるようになりました。その時にはドイツや日本といったマスターマシンとも呼べるようなものを次々と輸入することによって加工精度などを向上させていたのです。ところが今回の工場では生産等も大きな被害を受けて、こうした加工機械などが吹っ飛んでしまえばもはや輸入することは困難だろうと考えられています。もちろんこの工場だけで全ての量を作っているわけではありませんが、製造を担っていた工場の一つが完全に壊滅状態になったことから、かなりの悪影響が出ることでしょう。続いて、ロシアの燃料危機がさらに悪化するウクライナ軍による石油資源に対する攻撃。今回入った報告では、スロビャンスクと国境から700キロ離れたヤロスロブリの製油所に対する攻撃を実施したとのことです。スラビャンスク製油所の炎上している様子が住民の動画で公開されています。施設は猛烈な火災に見舞われており、被害は非常に深刻でしょう。この施設が大きな復旧工事が必要なのは明らかでしょう。ロシア政府は
こうしたウクライナ軍の攻撃に対して全ての事態はコントロール下にあると繰り返し発言を行っています。しかしそうした言葉は明らかに嘘でしょう。攻撃を防ぐことができていないという事実そのものを無視し、ロシア国内では何にも問題が起きていないかのような発言をロシア政府当局は繰り返しています。このように私がロシア政府当局が何も問題ないと発言し続けていますよというのを皆さんにお伝えしているわけですが、さすがにそんなことはないだろう、この嘘つきめみたいなダイレクトメールが届くこともあります。しかし、ロシア側の報道機関であるタス通信がまさにそのような発信を繰り返し行っています。例えば、タス通信の記事、ロシアは現在十分な燃料備蓄を有していると、ロシアの副首相が述べています。ちなみにこの言葉は、ロシア国内で起こっている燃料危機に対する対応として、副首相が発表している声明です。このように、ロシアのタス通信は決してロシア政府に対する反感を持って政府報道を行っているわけではありません。政府がこう言っているんだからみんなに伝えなきゃなと記事にしています。しかしこれは明らかに事実に反しています。それではロシア各地から上がってきている投稿動画などをご紹介していきましょう。まず分かりやすいのが燃料危機のその現場、ガソリンスタンドに非常に多くの渋滞ができている。この件について取り上げていきます。この件に関しては主にウクライナ軍が攻撃を行っているロシア西部の出来事だと思われています。しかし現実にはそうではありません。もはやロシア各地において全国規模での燃料危機といったものが発生しています。例えば投稿されている動画の中にはロシアの中部のモンゴル地方近くのガソリンスタンドでも給油待ちの列が非常に長くなっているといったことなども取り上げられています。その他、シビレ地域についても同様で、なんでこの地域でガソリンスタンドに燃料がないんだという具合にして多くの人たちが不満に思いながらも仕方なく並んでいる人たちというものがいます。じゃあ、なんでこのようなことになっているかといえば、大消費地であるロシア西部、特に大都市圏に対する燃料をかき集めているからです。つい先日、モスクワ近くの製油所が2件連続的な攻撃を受けました。1件はモスクワ製油所で燃料タンクの蓋が吹っ飛んだ映像などで皆さんにお伝えしました。その近くの製油所も連日のように攻撃を受けて、施設の 25% の稼働が停止、残った 75% を全力運転していますが、2箇所のうち1箇所は完全に停止したような状態なので、どうやっても供給が足りません。そのため遠方からどんどんと燃料をかき集めて大都市圏に供給している状態です。しかし足りないものは足りないので、切り捨てられているのが地方というわけです。被害が及んでいない地方においても燃料供給が滞り、どんどんと都会へと送られていくわけです。そして都会へと集められている燃料も、やはり軍が最優先で使いますから、どうしても民間需要を満たせないというわけです。そのため、ガソリンスタンドで喧嘩が起こっているという話なども、たびたび動画で投稿されています。もはや名物とも言えるような状態というわけです。そして最も状況が深刻なのが、ロシア軍の占領下にあるクリミア半島です。ウクライナ軍の連続的な攻撃を受けている中において、燃料供給が大幅に不足しています。ゼロになったわけではありません。しかし、絶対量が足りないがためにどうやっても不足状態が深刻化しています。そのため、占領政府は非常事態宣言を出して、また停電についても計画停電を行っていくと発表しました。現在でもなお一般市民に対するガソリン販売は再開されておらず、軍と政府当局にだけ燃料を供給するような異常事態が続いています。このように今回行われた攻撃では、ロシアの石油資源、そして生成能力を奪うための製油所攻撃が2カ所、軍需産業に対する攻撃が1カ所、軍需産業に対する攻撃では、精密加工機械も含めて工場等が大爆発を起こし、再建には相当な年月がかかるでしょう。とてもではありませんが、すぐにでも復旧できるような被害ではありません。ただ、注意しなければならないのは、こうした戦略爆撃は大成功しているからといって、それでもってウクライナ軍が大攻勢に転じるかといえばそういったわけではありません。ここが一番の注意ポイントだと言えるでしょう。なぜならば、基本的にロシア軍は攻勢に出るための兵器類については非常に量産を進めてきました。小型のドローンなどは戦場で飛び交っており、それはウクライナ軍と数において全く引けを取るものではありません。ですからウクライナ軍が反転攻勢に出れば、その時には前線における小型ドローンが大量にウクライナ軍兵士を襲うようになり、これまでの
ロシア兵が大量に死傷している現象が逆にウクライナ側にも発生してしまうからです。ですから非常に丹念に後方を破壊し続けて、前線のロシア軍の足腰を完全に砕いておくといったことが時間がかかっても重要視されるわけです。ですから事態の推移を見守っていく側にも非常に辛抱強くこの戦争の推移といったものを見守っていく必要があります。もちろん日本自身もウクライナに対して支援を行い、侵略国家の思うようにさせてはならない国際秩序を復活させるんだというような側に立って行動をしてほしいものです。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックとあなたの感想コメント、ぜひともよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。